今回はドールのアイと口を作るときに使うアイテムを紹介したいと思います。私が作ってるアイは主に3種類ありまして、カボションアイと碁石アイと UV レジンアイ、この3つですね。口は樹脂粘土で作っています。カボションアイはですね、こういうカボションというレンズみたいなガラスだったりアクリルだったりするものが売っていてですね、何十個セットっていうので1000円とか2000円とかで売ってるんですけど、ダイソーさんとかにもこのカボション売ってるんですが、私は主に 20mm を使ってるんですけど、20mm だとちょっと大きいんですよね。で、18mm がぴったりぐらいかなと思うんですけど、18mm のカボションってほとんど売ってないので、20mm を私使ってます。あと使うアイテムとしては、インクジェットプリンター用の光沢紙と裁縫上手というものを使ってます。光彩を印刷して、裁縫上手で貼り付けて周りをカットするっていう。こちらもですね、作り方の動画がありますので、よかったらご覧になっていただければと思うんですけど、カボションのいいところって何かっていうと、カボションのレンズの効果で、こう、顔をですね、こうやって動かした時に視線が追ってくるっていう追視効果っていうのができるんですね。わかりますでしょうか？こんな感じで。これ分かりやすいですね。カメラ目線とか、そういうのをですね、意識したい人には、このカボションアイっていうのは、とてもおすすめです。私が Amazon で買ってる時は、これ 20mm のもので、約40個ぐらいですか。で、50個とか、それで1000円とか1500円ぐらいなんで、1個あたりだいたい30円から40円ですね。そんなに安くはないです。UV レジンで作るよりか失敗がないんで経済的というか、安心して使えるものですね。これがカボションアイで、最近はちょっと作ってないんですけども、これは結構おすすめです。次は碁石アイです。碁石そのものを使ってもいいと思うんですけど、碁石って結構高いんですよね。で、廉価版のアクリル樹脂で作られたプラスチックの碁石がありましたので、私はそれを使ってます。碁石のアイを作るときに普段使っているのが光沢紙のラベルシールですね。最近は A1 さんのものを使ってるんですけども、ダイソーさんにもですね、3枚で100円の超激安光沢シールが売ってるんで、以前はそれを使ってました。光彩を印刷して、こうシール状なんで、もうただ貼り付けただけですね。シールを貼り付けただけだと、ちょっとマット感というか、輝きがないので、こちらはですね、UV レジンでコーティングして表面をきれいにしたものになってます。以前作ったヘッドですと、星野マリンちゃんのこのアイであったり、姫森ルーナちゃんのこのアイですね。マリンちゃんはシールを貼っただけなんですけども、ルーナちゃんは表面を UV レジンでコーティングしてるので、ピッカピカしてると思います。いつもの手前味噌で大変恐縮なんですけども、パッと見なんか自分で作ったものっていう感じのしないクオリティの高さなんで、このですね、碁石アイっていうのは非常に優れていると思います。碁石は Amazon で買ったんですけど、これ何個でしょうね。多分1曲打てるぐらいなんで、100個ぐらい入ってると思うんですけど、これが白黒合わせて1000いくらだったんでしょうかね。結構安かったです。1個単価はかなりこれで落ちると思いますし、100均のシールと UV レジンを使えばかなり激安にできるものなんで、これも手軽にですね、自分でアイを作りたいっていう時はとてもおすすめです。ただ、カボションアイと同じように、この光彩をですね、自分で作ったり、光彩だけを売っているディーラーさんもありますので、そういったところから光彩を入手して印刷するっていう必要があるんですけども、手軽に始められて、クオリティの高いものが作れます。3つ目がレジンアイなんですけども、レジンアイは他のアイと比べると若干コストが高いんですけども、メーカーが作っているものであったり、ディーラーさんが作っているものとほぼ同等品が作れます。私は綺麗に仕上がる星の雫を使ってるんですけども、100均の UV レジンでも結構ですね、綺麗なものができたんで、作る動画をですね、ご紹介しているので、ぜひご覧になっていただければと思います。直近のマリちゃんはもう UV レジンで作ったんですけども、以前作ったコロネちゃんとラプちゃんですね、こちらもですね、UV レジンにしてみました。碁石アイと比較してみるとこんな感じなんですけど、UV レジンの方がちょっと奥行きあって、碁石みたいに平たくないので、こう見た目が自然に見えるというんですか、これは好みだと思うんですけど、手間で言ったら
一番 UV レジンの方が手間がかかると思います。気泡を取ったりしますし、位置のバランスとか気泡の入り方によって作り直しとかした時に結構コストがかかるんで、手軽に安く始めたいっていうんだったら、一番碁石が安いんじゃないかなと思います。追試効果が欲しいなって言ったらカボションですね。ちょっとやってみるって言った場合は、100均でカボションを買ってくればできるので、これおすすめです。最後に口の中を使っているのは樹脂粘土を使ってます。私は好んでダイソーさんの樹脂粘土を使ってるんですけども、セリアさんにも同じようにこういった樹脂粘土が売っております。ダイソーさんは 30g、セリアさんは 40g なんですけども、ダイソーさんの方が柔らかくて扱いやすいんで、量は少ないんですけども、私は好んでダイソーさんのものを使ってます。牙の部分は綿棒の芯を使って表現してます。これだとですね、とても硬くて、刃の先っぽの尖ったものっていうのが肩で使いやすいのでですね、なおかつ100均で安いんで、これがいいかなと思ってます。で作り方はこれも別の動画があるんですけども、樹脂粘土を固めて、穴開けて、形整えて、貼っつけてるだけですね。ここになんでカラーセットが見えるかっていうと、ダイソーさんの樹脂粘土はいくつか色がですね、あるんですけども、粘土の中にですね、絵の具を混ぜると発色が良くなってですね、綺麗になるんで、それをですね、別の動画で参考にさせてもらったんで、そのままの樹脂粘土を使うよりか、アクリル絵の具をちょっと混ぜてですね、好みの色にしておくと結構はっきりとしたですね、色合いになるのでおすすめです。口の中はいくつかのヘッドで作ったんですけども、これ全部樹脂粘土ですね。最後のコーティングは、レジンを持ってればレジンでやるとですね、表面がピカピカして綺麗なんですけども、なければですね、プラモデル用の接着剤を一塗りしてあげると、表面がピカピカになるので、仕上がりに光沢を出すときに安く抑えたいっていう場合は、プラモデル用の接着剤を使うといいと思います。ソフビの口はどうやって開けるかっていうと、私が使ってるのは、デザインナイフと呼ばれるものなんですけど、これ100均でも売ってますし、刃も100均で売ってるので、とてもリーズナブルに入手できるので、全然これで十分ですね。で、これをですね、こう開けて、表面処理をするのにダイヤモンドヤスリで削ってるんですけども、これ100均で十分です。これ、ダイソーさんですね。削った表面をなだらかにするのに、私が使ってるのは、ゴッドハンドさんの紙安ですね。今600番なんですけど、だいたい400番とか800番で最後、綺麗にしてメイクするか、もしくはですね、この表面がちょっと毛羽立ってるなって言った時は、こういうソフトビニール専用塗料、V カラー専用シンナーっていうのがありまして、これを綿棒につけて、こうグリ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 ってやってあげると、表面のソフビが溶けてなだらかになるので、これをやった上でもう一回ヤスリがけして、仕上げてあげるっていうこともやってます。この V カラーシンナーはですね、去年、一昨年ぐらいまでは全然入手できなかったんですけども、去年から再販されるようになったんで、ヨドバシとか Amazon とかで購入できると思います。自宅にプリンターさえあれば、こんなアイがですね、気軽に作れるので、もしですね、興味ある方は、参考動画たくさんありますので、そちらご覧になられてですね、作られてみると、いろんな表情のアイが作れるので、とても楽しいです。口の場合は、ソフビをカットしなければいけないので、ちょっとアイと比べるとハードルが高いんですけども、こういうですね、口を開いた可愛い表情というのが作れますし、この中自体はすごく簡単に作れるので、こちらもおすすめ度としたら、アイに比べると半分ぐらいなんですけど、おすすめです。はい。ということで今回も取り留めのない話になってしまって、ちょっと足りない部分とかあるかもしれないんですけども、一番最初に始めたいのだけどどうしたらいいのかっていうのを解決できる動画っていうのを心がけて作っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それではまたねー。バイバーイ。